コメリの方、これは、はい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カカカシロピーです。今回はこちら、コメリのマイクロファイバークロスを2種類購入したので、こちらを使っていきたいなと思います。で、この商品は、コメリに行って、洗車用品がいっぱいバーって並んでる棚があって、これ良さそうだなと思って普段買うんですけど、これは、これちょっと微妙だな。怪しいな。と思って購入しました。欲しくて買ったわけではない。けど、最近クルーザードめっちゃいいけど、ダメなやつもあるんじゃないのかなということで、それでもう鼻をクンクンしてたら、これ怪しいなっていうのを見つけたので、実際に使っていこうかなと思います。そしたら早速、外へ、レッツゴー！はい、そしたら外にやってきました。過去にコメリの吹き上げクロスっていうのを購入したことがあります。それがこちら。動画でも紹介したんですが、根こそぎドライクロスっていう商品で、金額が1480円かな。ツイストパイルで吸水力がすごい高いタオルになっております。金額的にもお手頃。この商品はすごい良かったんですが、今回購入したまずこのポケット付き大判クロス、これ598円だったかな。めちゃめちゃ安いんですよ。けど毛質からして吸水力が高い商品ではないんだろうなと。大きさは根こそぎドライクロスと同じかな。ここにポケットがついてます。もう一つが2枚入って498円のコーティング車吹き上げ用。毛質としては同じなんですが、大きさが違いますね。30センチ角ぐらいで、毛質でだいたい吸うか吸わないか、いろんなタオル使ってきたのでなんとなくわかるんですよ。基本的にはツイストパイル系が今は最強だと思ってます。こういうふさふさのやつは肌触りいいんだけど全然吸わないと思う。まだねちょっとやってないので何とも言えないんですが、まずねこの商品見つけた時僕思ったのはプロスタッフのムササビクロス。お店で見た時もちょっと白っぽく見えたので、ムササビクロスのアルビノ版なのかなと思いました。それぐらいちょっと毛質が似ていると。ムササビあったかな、使い比べてみたいなとは思うんですが、ツイストの根こそぎドライクロスから吹き上げやってみましょうか。ツイストパイルはね今流行りに流行ってるタオルですね。基本的にドレッドヘアみたいにネジネジツイスト状になってるこのタオルは吸水力が高いです。僕も何枚も持ってます。どこのっていうわけではなく、いろんなところのツイストパイルのやつ持ってますが、どれも吸水力が高いです。実際に拭いてみましょう。そしたら実際に拭いてみようと思います。この車ね撥水してないんだよね。現状こんな感じ。ボンネットを濡らします。根こそぎドライクロスを置きます。バチバチに撥水してた方が吸水力はさらにね高くなります。綺麗に拭き上がる感じですね。こうゆっくり引いていく。そんな撥水してないので拭き筋が一瞬出るんだけど、それでもこんだけ綺麗に拭き上がります。表面も一滴も水滴が残っていない状態。これがねツイストのすごいところなんですよ。別角度から乗っけてゆっくり引いてくる。過去にね動画でやったのでわかると思うんですが、若干引っ張る感じあるんですが、それでも引き筋みたいのが残るレベルではないですね。しっかり吹き上がってますし、水滴の跡が点々点とある感じでもない。これがねもうちょっとね引っ張って乾きが遅くなると水道水の不純物みたいなのが吹き筋になることがあるんですが、これぐらいだったら大丈夫ですね。はい、そしたら続いてポケット付き大判クロス使っていきたいなと思うんですが、毛質はほんとムササビクロス使ったことある人いればそんな感じねってわかると思うんですが、すんごいふんわりしてます。ここにポケットがついていて大きさは 90×40。 このポケットがね使いにくいポケットですね。真横についてます。あれ思い出しますね。洗うねあったっけ。洗うねんはこっちタイプか。洗うねんはこっちの袋タイプでしたけど、毛質はねすごい似てるわ。これもすごい似てる。ちょっとムササビも持っとこようか。ムササビはこうか。4つ角ですね。角のところに三角形のポケットが4つありますけど、毛質は似てる。洗うねんもコメリもムササビも似てます。こっちの方がポケット的にはね拭きやすいような気がするんだよね。洗うねんはちょっと幅が狭いので個人的には使いにくかったですね。コメリの方、これは一番やりにくいな。なんでポケットうまく使えないやんっていう、より微妙そう。拭いてみます。さてうまく拭けるでしょうか。肌触りはめちゃめちゃいいけど、このね肌触りのタオルって体とかもね拭きづらいんですよ。あんま吸わないっつか滑らないしね。手に入れるタイプだから手に入れて使いますか。ほらわかります。こうなるのよこのタイプ。
滑りもね悪い。これ吸ってかないんだよね。ちょっとは吸ってるんだろうけど、もういつまでもこれ再度濡らして、こういうこと。さっき根こそぎドライクロスの時はこんな拭き筋みたいなの残んなかったと思うんですよ。けどこのタイプはね残るので、濡れてはいますよ。濡れてはいるけどって感じだね。特にこの水分量が多いとよりかな。ちっちゃい方のクロス、今あんま水がない状態でこれ使ってみますね。それでもね微妙、吸わないね。なんか伸ばしてるような感じ、吸ってはいるんだろうけど、逆に濡らした方がいい説もある。タオルを濡らして固く絞る。すげえふわふわ。肌触りはめっちゃいいんだけど、これで拭いてみます。こっちの方がまだ吸うかな。水で水を吸うっていう方法ね。けどこれでも繰り返しやっていかないとだし、この最後の水滴っていうのが取れない。これはねツイストパイル系のタオル、一番最初僕が使ったのはジオンのシルクドライヤーなんですが、あれと出会うまではどのタオルも最後のこれがねどうにもならないんですよ。で悩んでたんですが、あのツイストパイル系が出た瞬間、もうほんと革命だと思ったもんね。窓ガラスでも試していきます。こうなることはね大体予想はついてましたけど、実際使ってみないとわからない部分もあるし、あとそういう見極めみたいなのを皆さんの方でもねできたらいいなっていうことでこの動画を公開してます。ざっくりはね窓ガラスいけるね。けどやっぱ吸水力もそうだし、吸水量、吸える量っていうのも少ない。だからもうすぐびっちょびちょになっちゃう。でやっぱ最後のこの拭き筋がねやっぱ取れないね。これ今綺麗になってるように見えるんですが、別角度からまず根こそぎドライクロスですね。ちょっと折りたたんでこう乗っけます。でゆっくりこう下ろしてきます。こういう感じですね。拭き筋もないです。これ例えば今の拭く速度を速める、今結構ゆっくりやったんですが、これをビュッとやると一瞬こうもやってなるの分かります？筋が出るんですよ。この辺ある拭き筋けどこうなくなっていくと。でこの速度も結構速いんですよ。だから水滴の後になりにくい。でこれは速度を遅めれば結構解決できるっていうか、肉眼で見ても水滴っていうのはもうついてないです。これをさっきのポケット付き大判クロス、それでやると同じような感じでゆっくりゆっくり、この辺筋出てるの分かりますかね。これ見る角度によって全然違うな。この筋が消えていかないんですよ。この辺のモヤモヤが全然消えないの分かります？このいくら拭いてもこういうことになる。面を変えてあげてゆっくりやってあげてもそれでもなりますね。これ触り心地はすごいいいんですが、拭き筋がどうしても残るっていうのがちょっとネックかなといった感じですね。で根こそぎドライクロスのようなツイストパイルのやつね、これは絞れないっていう欠点があるんですが、絞れないのでそのうちどんどん濡れてきて、これも拭き筋が出るようになります。濡れてくるとね、こうなったら新しいタオルに変えてあげる。あとは水はじきが悪いとねどうしても引っ張りやすいですね。そういうのはあったりします。もういくらやっても筋が出るじゃないですか。根こそぎドライクロスが永遠使えるっていうわけではないです。これも大きさ的には軽自動車1台いけるかどうかわかんないかな。2枚あった方がいいかなぐらい。軽自動車半分拭くぐらいだったらいけると思うんですが、ワンボックス1台とかはこの根こそぎドライクロス1枚じゃどうにもなんないですね。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらコメリで購入したマイクロファイバークロスですね。ポケット付き大判クロスと、あと拭き上げ用クロス、コーティング車拭き上げ用クロスだったかな。この2つ安かったので購入してみました。実際ねこれ微妙なんじゃないのと思いながら購入したんですが、僕の予想通りでしたね。コメリには根こそぎドライクロスという1480円かな、それぐらいの金額で買えるんですが、価格差で言うと3倍ぐらいの差あるんですが、これ10枚買うよりこっち2枚買った方が絶対にいいです。それぐらいの性能差があります。このコーティング車用拭き上げクロスも結局最後拭き上がんないんで何回も拭く羽目になるんで、そう考えたら優しいかもしれませんが、この根こそぎドライクロスで1回で拭き上げた方が絶対にいいと思います。
これがねまたコーティングを施工するタオルってなってきたらまたちょっと別だとは思うんですが、水分量が少ないからね、乾式の場合湿式はもうダメだろうね。でも肌感はもうほぼムササビクロスです。やっぱりなーっていう感じ。同じコメリで購入することができるので、このクロス2択でね迷っていた場合、僕はもう間違いなくこちらをおすすめします。けどね、これもね、最初ちょっと汚れてるみたいで、家系選手の吉くんが言ってたかな。一回ね、洗った方がいいと思います。そこはね、ちょっと注意点かな。で、あと、絞れない。絞る必要性もないんだけど、もうあと乾かすだけ。それにちょっと時間がかかるっていうデメリットもあるので、普通に使う分には根こそぎドライクロスの方が圧倒的におすすめです。はい。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週